もかつ時間の記録 Vlog。 今回は SD ガンプラ SD ガンダム BB 戦士ナンバー26武者ダブルゼータガンダムのキット。ずいぶん昔に遊んでいたものを今回は塗装のし直し、水性アクリル塗料を使ってシールで色分け対応をしていたところを中心にリペイントをしました。キットは素組みの状態からミスタースーパークリア艶消しで塗装の下地を作っておきます。塗装の様子をダイジェストにまとめました。塗料はホビー用水性アクリルのシタデルカラーとファレホを併用します。筆塗りで色付けをしていきました。色の境目や細部は面相筆で、広い面積は模型用のブラシなどで着色をしました。さらに細部は極細筆を使用しました。カラーごとに見ていきます。まずはデッドホワイト、ファレホのゲームカラーの塗料。色分けする箇所の下地塗装になります。純白に近い白の塗料。顔料を多く含み、隠蔽力が強くて使い勝手が良いので何かとよく使っています。水で溶いて薄く色をのせていきます。この一手間が後の色分けを効率よくしてくれます。頭部、胴体、腕部、脚部、支援メカ、タンク、武器の刀、鞘、砲筒にも、白系カラーのパーツに色分けするときにもこのカラーが入って質感がマットになっておいた方が塗装はしやすいので漏れなく塗っておきます。こちらが今回の色塗りで使用した塗料。塗装にかかった時間は約80分でした。今回はレッドホワイトを下地に使いましたが、この他には同じファレホのエルフィックフレッシュ、シタデルカラーのレイスボーンやホワイトスカー、パリッドウィッチフレッシュ、コラックスホワイトなどをよくベースの塗装として使っています。 BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ、1987年の発売開始。この武者ダブルゼータガンダムは1989年5月に発売されたキットでした。BB 戦士の名前は BB 弾の発射ギミックに由来。メッキ加工されていた型鎧は結果的に今回は黄色と赤でほぼ全塗装されてしまいました。下地が完全乾燥の後、色分けの1色目は黄色です。シタデルカラーのベース、アバーランドサンセット。今回は戦国伝のキットですが金を少なめ、この黄色を多く使っています。シタデルカラーはイギリス生まれの水性アクリル塗料でミニチュアホビー用のカラー。ベース、レイヤー、コントラスト、シェード、ドライ、テクニカルと用途に応じて様々な種類の塗料があります。粘性が高く隠蔽力の強いカラーが多いので下地の色を気にせずに塗装ができます。グレーです。シタデルカラーのベース、メカニカススタンダードグレイ。少し色味としては濃いグレーカラーです。ダブルゼータ本体にスポットで使ったほか、タンクは一旦このカラーで全塗装です。面積が大きい箇所はハケで一気に色を入れています。シルバーを今回は使わない分、刀の刃の箇所もこの色で塗りました。シタデルカラーの場合はこういう濃い色味のベースを塗った上で明るくライトにしたいのであればレイヤー、ドライといった塗料を上からのせていくという形でペイントしていくのが一番うまく仕上がります。ベース塗料に多い顔料とは水アルコールに溶けず着色する物体とも混じらず不透明な塗料、インクの原料とされる材料です。青は2色使います。まずはシタデルカラーベースのマクラーグブルーです。標準的なシタデルの青、成形カラーパーツの青よりは濃く見えるブルー。粘性高く隠蔽力強い青です。扱いやすく重用している塗料。黒です。ファレホのゲームカラーでブラック。タンクのキャタピラ部分に武器の砲筒にも色を入れました。これもまた面積が大きいのでハケで一気に塗りました。黒はもちろん
隠蔽力は強い塗料の部類ですが、それでも今回のように下地を塗ってマットな質感にしておいた方が色ののりは良くなります。パレホはスペインが発祥の水性アクリル塗料で世界最高級と言われます。安全で嫌な匂いなし、乾燥が早くて塗膜も比較的丈夫、色数は実に1000種を数えます。調色も自由自在でゲームカラーやモデルカラーといった現役のまま筆塗りができるカラーを多用しています。ここで赤です。頭部、フェイス、腕部、胴体、脚部は塗装面積も大きく、刀の柄、鞘、兜、鎧にもパレホのゲームカラーブラッディレッドを使いました。鮮やかな赤カラー、隠蔽力も強い塗料で下地の効果もあってスイスイ色がのりました。この赤がダブルゼータのキー、アクセントカラーとなる色の役割を果たした感じがするペイントでした。2色目の青は先のマクラーグブルーよりも明るいカラー、シタデルのベースカレドールスカイです。こちらも隠蔽力は強い、頭部、腕部、兜などに使いました。スポットでゴールド、シタデルカラーのベースレトリビューターアーマーです。刀、脚部に使いました。頭部、フェイスに墨入れです。ガンダムマーカーの 0.3mm 極細ペンブラックを使いました。青の成形カラーパーツに液体塗料を上塗り、質感を高めマットな表面の仕上がりになります。胴体、バックパック、シタデルカラーのコントラストアポシカリーホワイトを使用しました。主に白の成形カラーをそのまま生かすパーツにはマットな質感に変える透明塗料、シタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現のストームシールドという塗料を使いました。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。武者ダブルゼータガンダムは SD 戦国伝第1作の武者7人周辺に登場のキャラクター。武者ガンダムマーク2に続く第4の武者として登場しました。このナンバー26のキットからパーツ流用して風林火山編では火炎のダブルゼータとして、また父親獅子ガンダムが天下統一編に登場するなどさまざまな展開をすることになった武者ダブルゼータガンダムの起点となったキットです。今回は支援メカのタンクを武者形態に武装、武者タンクとして武者ダブルゼータ本体は軽装形態で仕上げてみました。塗装後がこちら。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー26武者ダブルゼータガンダムのリペイント、水性アクリル塗料での色分け記録 Vlog でした。今回もご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。